はい、建築写真家の田岡です。日頃はですね、私の YouTube チャンネル田岡カメラをご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はですね、先日も私のですね、建築写真家になるきっかけだったり、こだわりとかね、そういった自己紹介をさせていただいたんですが、今日はですね、もう少し掘り下げて、私がですね、その建築写真家になるまでのですね、経歴も含めた、お話をさせていただいて、ちょっと参考になるかどうかわかりませんが、皆さんのね、例えば今見ていただいている方の中にも写真家になりたいと思っている方とかですね、建築に興味持っている方がいらっしゃって、もしかしたらですね、未来の建築写真家になりたいなとかね、いずれは建築写真のお仕事したいとか、何らかの形で建築に携わってみたいなというふうに思われる方の、参考になるお話ができるんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひですね、この、番組を見ていただいてですね、これからもですね、そういった建築と写真と、カメラに関する、そういったお話をね、興味があるという方はチャンネル登録をしていただいて、ぜひご視聴続けていただけたらなと思います。で、今日はですね、ちょっとスライドの方をね、映し出して、お話をさせていただきたいと思うんですが、私の肩書き、実は建築写真家だけではなくて、工務店さんとか建築会社さんをプロデュースするね、建築プロデュースという、協会も運営をさせていただいています。この建築プロデュース協会という協会なんですが、僕自身写真を撮るだけじゃなくて、実は写真を撮ることによって集客だとかですね、建築会社、工務店さん、住宅会社さんのいろんな企画に携わるということが実はできております。ですから一建築写真だけというねジャンルでとらわれてしまうと、実はちょっと違うのかもしれませんが、それでも私自身こういった建築と写真にね携わることで、いろんなお手伝いをさせていただいているものだということをまず冒頭にお話しさせていただきたいと思います。で、私の経歴なんですが、東京のね芝浦工業大学という、本当男子ばかりのね学校でしたが、一応建築工学科というね学科を卒業してまして、建築科でね、相田武文先生という、方のゼミに所属してまして、そこで卒業をさせていただきました。で、卒業してからはですね、実はミサオホームという会社に入社して、そこで住宅とですね深く関わるようになったんですが、僕自身住宅っていうのはね、本当ちっちゃい頃から親父が家電屋だったので、その手伝いをしている時に興味を持って、いずれ住宅とかね建築に携わることができればいいなと思ってたので、大学も建築に進みハウスメーカーにも就職したという、そういう経緯があります。で、ここではですね、僕は実は現場監督の仕事だったり、あとはこう言ってわかるかな、原価管理といって、お金の勘定をするね、そういう専門の仕事の、部署にいてですね、そういう仕事を携わらせていただいてたんですが、今思えばこれをね勉強できたのは非常に良かったなと、思います。で、その後ですね、ちょっと2点3点したんですが、学生時代に勤めていた引っ越し屋さんにバイトじゃなくて社員として、実は勤めることになりました。0123というね、有名なアート引っ越しセンターという会社だったんですが、そこに3年ほど、実はいまして、やはり、いろんな家とかですね、建物に携わると、やっぱり建築がいいなということで、もう今から22年ほど前になるんですが、愛知県のですね、ちっちゃな工務店に実は入社します。で、その入社した時にですね、私営業として入社したんですが、今思えばですね、ハウスメーカーと全然違って営業ツールが全くなかったんですよね。やっぱりなかったらどうするかって言ったら、もう自分で作るしかないということで、自分自身で、当時にねまだ出た本当ちっちゃなコンパクトカメラですけど、200万画素だったかなのデジタルカメラを、会社の社長さんにお願いして買ってもらって、でそれを持ってですね、現場に行って自分が気に入った建物をね勝手に撮ったり、好きにそういったのをいろいろ取り巻い作ってですね、でそれをですねいろんなお客さんにこの建物かっこいいでしょうとかね、こういう風な建物にしませんかとかっていう案内をしながら営業をしていました。
そうこうしているうちにですね、何かしらプロデュースするという上で特徴がないとダメだということで、当時おそらく周りではまだまだ誰もねやってなかったような時代にですね、建築家で建てる家というプロデュース事業を始めさせていただきました。これが非常にもう僕の中では大きな転換期ではあったんですが、僕自身が建築家として名乗れなかったので、他にいる建築家の方に設計とかね、図面描いてもらって家を建てませんかというプロデュースを当時からさせていただいたという状況です。その会社はですね、最終的には僕10年勤めたんですが、10年後にはですね、全国展開のフランチャイズ展開まで実はしたということで、僕がちょっと辞めてしまったのでね、その後立ち消えてしまったんですが、私自身当時からもう建築デザイナーとして活動しておりまして、このねアマチュアカメラマン時代にもですね、自分がデザインしたり携わったプロデュースした建物の写真を自分で撮ってね、少しでもかっこよく見せたいなという思いでこういう写真を撮り続けます。まさにね、その時から建築写真っていうのは大事だなということにもね、早くから気づいていたんでしょうね。自分自身その時にあまりそういった写真家になろうだなんて全く思ってませんでしたから、そういった意味では方向性としてはまだ違ったんですが、でその後ですね、さっきも言った建築家で建てる家というのをプロデュースして、おそらくこれ僕勝手に言ってますけど、日本で工務店で初めてね建築家で建てる家をしたのがその会社じゃないかなと思ってます。その時の証拠のね、チラシ本をこうやって貼り付けてるんですが、こういうねプロデュースが実にうまくいって、その後ですね、どうしたかというと、僕は営業だけではなくて集客というねお仕事の責任者をすることになってですね、一番多い時には見学会をやったら190組ぐらいお客様が見えまして、てんやわんやの大騒ぎでしたけれども、それでもね集客という方向性の、プロからすればかなりの集客をね小さな工務店がする数としては結構、成し遂げたんじゃないかなと。でもうこの頃からですね、早くから WebSNS を使ってました。この頃からって思われるかもしれませんが、ウェブはもう本当に早い段階にねもう作ってまして、 SNS もですね、当時はミクシーとかモバゲーとかね、そういったのがあってましたけど、ミクシーなんかよく使って僕営業を実はしてました。で、会社の資料請求、ね、SEO 対策をしてリスティング広告かけたりして、で、それも自分の撮った写真を活用することによって、資料請求本当にね、小さな会社ではあったんですが、なんと毎月30件以上のね、請求が来るというところまではね、できたんじゃないかなというふうに思っています。営業としてもずっとね、やってました。会社の規模からするとね、結構自分の受け持ってた頭数、売上の額も大きかったかなとは思いますが、全体で言うと10年間でその約500棟ぐらいの住宅の建築のプロデュースにね、携わらせていただいたということで、非常に良い経験をさせていただいたなと思っています。で、そんな中で僕がですね、思ったのが、やはり写真って大事だなということに気づき始めました。そこで、この写真というものをちゃんとうまく使ってプロモーションすれば集客ができるということを実際に行ってきた自分だから伝えられるんじゃないかということで、この写真をね、ちゃんと撮りましょうと。で、その撮るためにも、これ実はね、建築写真って本当簡単ではないんですよね。簡単じゃないからこそ、できれば、ちゃんとしたプロに撮ってもらおうと。で、そのプロもですね、建築のことをちゃんと撮れるプロでないと、これは僕ね、本当意味がなさないと。前も言ったと思うんですが、やはり写真というのはですね、少しでも美しく綺麗に、人間の脳内心理に働かせて目に留まらせるということがやはり非常に大事だと僕は思っています。ですから、そういった撮り方だとか、そういった見せ方ということを研究することによって、それを建築会社さんに活かしていただこうということでですね、2008年に独立をしてアーキフォトを創業します。2010年にはですね、株式会社化して代表に就任したんですが、その後ですね、先ほども言った日本建築プロデュース協会という協会も設立して、写真と集客という言葉を掛け合わせて建築会社さんと今お付き合いをさせていただいています。
いろんなことをね、経歴の中にも書いてますが、もう一つね、僕が大きいお仕事として今やらせていただいているのはですね、写真という媒体とウェブというものをうまく組み合わせてちゃんと集客をしていくことが一番大事なんだよということをね、本当常に言ってます。ただ写真だけがあればいい、ウェブだけがあればいいっていうことではなくて、これを一体化させるということで、そういったシステムもね、ちゃんと開発して、今現在携わらせていただいてます。ウェブ SNS をね、活用したこういう工務店さんの支援のサポートっていうことが僕のね、写真家としての役割だなというふうに思ってますので、ぜひね、これ僕のウェブサイト、建築写真家 .com、もしくは建築 .hot というね、ウェブサイトがあります。おそらく建築写真家で検索すると多分上位3番目以内にぐらいには入ってくると思いますので、ぜひ一度ね、見ていただけるといろんなこと書いてあります。それこそ建築写真で使うレンズのね、説明とかですね、そういったことまでしてますので、もしよかったらこちらね、見ていただいて、他にもあるんでね、またいずれ、私のウェブサイトに関しては、別の機会でご紹介していこうかなとは思っています。で、10年、12年、させていただいた中でおかげさまでね、こういうね、3冠を達成しています。建築関係者が選ぶ建築写真、竣工写真会社がね、1位であったり、技術力の高いカメラマンが揃うね、建築写真、竣工写真会社の1位。さらには建築写真、竣工写真会社が顧客満足度がね、1位というね、結果の称号までいただけるまでになりましたので、ありがたいことにですね、僕自身、こういった形でね、お仕事させていただいてます。で、SNS の方なんですが、実はね、Twitter と Instagram と、Facebook とやってまして、今こうやってね、YouTube も始めさせていただいたんですが、Twitter、Instagram はそこまでの数はないんですが、面白いのはこの Facebook ですね。2010年から Facebook ページを、開設しまして、今現在ではですね、建築写真家田岡信樹の Facebook ページ、なんと全世界でね、いいね数が約68万いいね、もうすぐ70万いいねいくんですが、有名人 Facebook ランキングなんていうね、ウェブサイトがあって、そこでもですね、なんと錦織圭君の1個上というね、11位というランキングを、今キープしております。こんな、ちょっとね、恥ずかしいような、僕がこれ使って言うのはね、最も無名な有名人というね、そんな肩書きを言いながらもね、セミナーなんかでもお話しさせていただいているんですが、SNS を活用すると、いろんなところからやはりアクセスがあったり問い合わせがあったりするぞと。で、面白かったのはですね、真っ先にね、ウェブなんかで、引っかかったって言ったらいけないですけど、問い合わせがあったのがアメリカ空軍さん。アメリカ空軍さんから直接メールをいただきました。さらにはですね、伊勢神宮さんからもお問い合わせをいただいて、神宮の博物館というウェブサイトの写真を撮ってくださいということを言われました。最近だとトルコ政府さんからね、トルコ大使館を撮ってくださいとか、あとは建築家の隈研吾さんによる、迎賓館の撮影とかね、いろいろ普通では携われないようなお仕事を携わらせていただくことができたと。これも僕 Web SNS の威力だというふうに思っています。これがね、神宮の博物館のウェブサイトで撮った写真です。ぜひね、見ていただくと、検索すぐ多分神宮の博物館でするとね、出てきますので、そこの7割、8割ぐらい私の写真で、制作されているような感じでしたので、非常に僕としてもありがたいなと思います。はい。これはね、トルコ大使館さん。ね、丹下健三さんが手掛けたと言われているトルコ大使館になります。はい。こんなことでね、私が今現在建築写真家として活動させてはいただいているので、ただの写真家ではないということが少しね、お分かりいただければ、幸いかなと。写真家ではなくて、プロデューサーというプロデュースという視点からもですね、いろんな建築会社さんと実はお付き合いしているんだということで、写真家を目指す方、ぜひね、写真だけではなくて何かもう一つできる。例えば僕の場合だったら集客だとか、プロデュースだとか、
いうことを組み合わせると、写真家としての価値が1段も2段も僕は上がるんだと思ってますので、ただ漠然として写真家になりたいと思うだけじゃなくて、何か特徴付けしたね、フォトグラファー、写真家になろうという意識を持って、今後もですね、この番組を見ていただけたら嬉しいかなというふうに思っています。またいろいろね、参考になるお話、これからもしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。